グレッツィメロディです。今日はインターラーケンからスイスの首都ベルンへ向かう途中でトゥーンという城下町を観光してみることにしました。ちなみに冒頭で使った挨拶はスイスでフォーマルなハローにあたる表現です。現地の方はツイだけで済ませることがあるそうで、失礼にはならずむしろネイティブっぽく聞こえるんだとか。日本語でもこんにちはがチワーになったり、おはようございますがおはざーすになったりしますよね。実は今ドイツ語を勉強していて、特に発音に難儀しています。育ちがアメリカのためアルファベットを読むとつい英語っぽい発音になってしまい、よくドイツ語の先生にこれは英語じゃないからと指摘されます。旦那は発音をよく褒められているのに、私はほとんど褒められたことがありません。でもこれまでほとんどできなかった巻き舌が最近少しずつできるようになりました。日本語でもつい巻き舌が出てしまうようになり、前回の動画でユングフラウと言っているところにも実は巻き舌が混ざっています。今日は、まずアーレ川沿いのカフェにやってきました。場所は最高ですね。私はオーツミルクのホットチョコレートを頼んだんですけども、美味しいんですけど、正直に言うとこのパックを、パックのチョコレート、ホットチョコレートのパックを温められたオーツミルクと混ぜるっていう感じなので、これにこの値段はちょっと高いかなって思いますね。あんまりチョコ感がないんだよね。薄い、日本のスーパーのホットチョコレートとあんまり味は変わらないので、でも場所は最高です。コーヒーは、コーヒーは美味しいです、普通に。ケーキは、これがアーモンドとチョコレートのケーキで、パウンドケーキの中にしっかりとチョコレートが塊でチョコレートがいっぱい入ってる感じで、これも普通に美味しいです。で、あとこのレアチーズケーキも本当に美味しいですね。やっぱりチーズケーキはスイスのチーズケーキだからで作られてるのかな。すごく美味しい。まあ場所代ですね。場所としては最高です、このアーレ川沿いは。なんて透明度の高い川なんでしょう。アーレ川はスイスで最も長くスイスの中だけを流れます。水質はとっても綺麗で、首都ベルンでは夏になると多くの人が川遊びを楽しみます。仕事や学校帰りに川に飛び込み、流れに身を任せて帰宅する人もいるそうです。長い一日の疲れをリフレッシュして帰れるなんて本当に気持ちよさそうですよね。ただしアーレ川は流れが速く、水温も夏でも15度まで下がるそうです。毎年15から20人が流されて行方不明になったり、溺れて命を落とすと報告されています。泳ぐ際は必ず健康な体で、経験者や地元の人のルールに従うことが大切です。これから丘の上に立っているトゥーン城に行きます。階段を上っていくことも可能ですが、この通りの先少し行ったところにエレベーターがあります。パーキングエリアの標識がある通りを奥に進みます。トゥーン城は12世紀に建てられ、現在は博物館として使われています。中世の陶器や武器、生活道具などお城の歴史や生活様式を示す展示がなされています。そしてお城の展望塔からは360度の美しいトゥーンの街の景色が楽しめます。お城の中にあるお土産屋さんではかわいい木製の置物がありました。思い出にスイスでたくさん見てきた牛を買いました。スイスの中世を感じられるトゥーンの旧市街。この石畳や花で飾られた木造の家からは暖かさを感じられ、また人通りも少なく静かな街でとっても落ち着く場所です。
こちらは宗教改革以前の時代からトゥーンで唯一残存している礼拝堂です。最初の記録は1360年に遡ります。熱々です。ここから何か選びます。どこ行っても本当にタイカレーがあるんですけど、レストランにもほぼメニューにあるんですけど、何ですかね。なんでですか？教えてほしいですね。大人気。これ美味しそう。これにしようかな。ヨーロッパはフルーツが酸っぱいことが多いですが、これは酸っぱくなかったです。こちらはチューリッヒ風子牛肉のクリーム煮パスタ。とってもおすすめです。ここは東京？すごい綺麗。これから首都ベルンの旧市街を散策します。ベルンの旧市街はまるっと世界遺産に登録されています。ここはスイス連邦の国会議事堂です。建物に刻まれた1291という年はスイス誕生の年。スイスの母体となった3州が製薬同盟を結んだ年です。そしてこちらに刻まれている1848という年はスイスが欧州初の民主国家となり、スイス連邦が成立、そして首都にベルンが選ばれた年です。連邦議事堂は無料見学ツアーもありますが、時間に間に合わず今日は外観だけ見学しました。とっても美しいベルンの景色が見ることができます。次にツイットグロッケという時計塔へ。1530年から500年以上にわたり埋葬時の約4分前になると、もうそろそろ始まる、もう56分、上のからくりたちが動き出すそうです。始まった。ツイットグロッケは時刻のほか日付、曜日、月、星座まで表示している天文時計だそうです。4分前にくるくる回って、4分というか3分前だったけど、3分前にくるくる回って鐘が鳴ったらなんか槍みたいなのがコンコンってなるんだっけ？後ろに人いっぱいいるよ。でもこれで終わりでしょう。ベルン大聖堂にやってきました。ベルン大聖堂はスイスで一番大きな教会。入り口の上にある彫刻、よく見ると少し怖さがあります。最後の審判の場面で左には天使に救われる人、右には地獄に落とされる人がリアルに彫られています。奥の三面窓に飾られたキリストの生涯を描いたステンドグラスは美しくもどこか厳格さを感じます。この Dance of Death という作品も見どころの一つ。死は貴族でも農民でも皆平等に連れて行くことを描いています。ここはアインシュタインがベルン時代に住んでいたアパートです。上の階にあるアインシュタイン記念館は5時で閉館したので、1階のアインシュタインカフェでゆっくりすることにしました。ここに住んでいた1905年、アインシュタインは特殊相対性理論の論文を発表しています。美味しいね。なんかオーツミルクの自然の甘みがあって、最近ウィーンでも抹茶ラテをよく飲む機会があるんですけど、あと自分で家で抹茶をオーツミルクで抹茶ラテを作ったりするんですけど、なんかこっちのオーツミルク結構甘みが強くてすごく美味しいね。ここは1階だけど、この上でアインシュタインが
住んでいたから、ここでこうやってのコーヒーを飲むってなんか不思議じゃない？なんかきっと100年ぐらい前、1903から1905年にここに住んでたらしくて、だからきっとさ、そこで住んでた時もコーヒーとか飲んでたんじゃん、きっと。知らないけど。アイシャンコーヒー好きかな？多分飲んでたとして、私が今その大体120年後ぐらいにこうやってここでアイスコーヒー、アイスカプチーノを飲んでいる。この同じこの空間、縦の空間だけど。とっても美味しいジェラートです。こっちのヘイミルクのチョコレートはもうスイスチョコをそのままジェラートにしたような味です。ダークチョコは 71% カカオなので結構ビターな味です。ビターですけどミルク感もたっぷりあってとっても美味しいですね。今ベルンのクマ公園に来ています。クマいません。どこにも見当たりません。とりあえずローゼンガルテンまで上がってまた帰りに寄ってみようと思います。ベルンはドイツ語のクマに由来します。町の名前を決める際、狩りの最初の獲物が町の名前になるとし、いたいたクマさん1匹しかいないね。こっちの川沿いの方にいました。どっか行っちゃうね。クマ公園のすぐ近くにはローゼンガルテンへの道があります。ベルン旧市街を見下ろす高台にある美しいバラ園です。ここからベルンの街が一望できます。綺麗。じゃあまずスイスのメニュー、マックラフレットセットにできるんだ。 15.9。 別にセットじゃなくていいかな。カスタマイズできる。私ピクルス嫌だ。オニオン入れるか。入れといていい？で、あとはこのスイススモールにしよう。あ、ミニでもいい。ミニにする。ミニにでもあんまりね、ソースノーソースね。で、ゆうくん何にする？これはザ・ M。 それこれでいい？アニエンズが2種類ある。ああ、そのままでいいや。ピクルスありでいい。で、あとはなんかこのなんか2 products for 5 これが
いよね。よっしゃ。これでまあ高いね。どうしよう、テーブルとりあえずじゃあコンティニューして。630ってあるんだけど。あ、これか。これだった。10分ぐらいでお食事が来ました。スイスのマクドは積極的に国産の食材を使用しているそうで、高くてもとっても美味しいって聞いてきたので試してみます。世界一高いマクドと言われているそうです。まずはこのロスティから。めちゃくちゃ美味しいです。塩気がちょうどよくて、なんかほんのりチーズの感じられるポテトフライみたいな味です。チキンナゲットがめちゃくちゃ美味しくて、カリッカリでチキンもとっても美味しくて、なんかぐにゅってしてないんですよね。私アメリカでマクドってほとんど行ってないんですけども、最後に行った思い出はもうチキンナゲットがぐにゅっとしてる感じ。でもこれなんか別にしてなくて、なんかあの気持ち悪さが全くないですね。いただきます。めっちゃ美味しい。チーズも癖がないし、なんか昨日のパンフリッジで食べたようなチーズの味がする。パンが美味しいかも。パンもスイス産らしくて、パンが美味しいな。めっちゃ美味しい。すごいおすすめです。スイス限定のメニュー。ハードチーズがラクレットチーズかな。ラクレット用のチーズが3枚ほど入ってて、あと生のオニオンかな。多分マヨネーズベースのソースで、とパティっていう、まあ至ってシンプルですけど、スイスに来て一番美味しかったかもしれないフレンチフライも普通に美味しい。サクサクしてるし、油も悪い感じしない。ギトギト感とかも全くなくて、要約するとパンとチーズにこだわったマクドのチーズバーガーです。マクド美味しかったね。スイス旅行どこかで、一度はマクド試していただきたいです。特にスイスの限定商品は結構美味しかったので、なんかやっとお腹いっぱいになったねなんかもうずっと食費を抑えなきゃって思って、スーパーとかだったんで、でもスーパーでどうしてもお腹いっぱいには7分目とかだよね。なんかもうお腹いっぱいになりました。久しぶりに美味しかった。そして明日チューリッヒでは、ようやくスイス料理をレストランで食べます。チーズフォンデュとかラクレットチーズを、食べれるところを予約しています。さていくらぐらいかかるか怖いですねどれぐらいかかるかな。